不思議ですね。実は私がちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ大人女子は必見です。大人女子は体の変化を感じながら本当の自分を発見し、心や環境との調和を図っていく、そういう節目の世代なんです。私の実体験をもとにたった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。動画の終盤に今日のまとめと小話をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマはストレートネック。正常な場合、7個の首の骨は緩やかな C カーブを描きながら連なっています。喉を少し前に突き出したような状態です。ストレートネックとは、このカーブがなくなってまっすぐになってしまった状態をストレートネックと言います。どうしてこれをテーマに取り上げたかというと、実は私がストレートネックになってしまったからなんです。この画像を見てください。正常な人のカーブに比べ、私の首はまっすぐになってしまっています。まっすぐになってしまっただけではありません。首を支えるために新たな骨が生えてきています。人間の体って不思議ですね。ストレートネックには遺伝的なものと後天的なものがあります。私の場合、後天的なもので原因は明らかです。仕事、大学のレポート、動画制作や SNS、これが原因であると考えられます。仕事？くのいち京子はリンパ整体師でしょ？お客様の体の不調を取り除くことが仕事でしょ？それなのになぜ？と思われるでしょうね。施術中の姿勢を想像してみてください。前傾姿勢の下向きです。加えて行政の仕事に関わっていた時は、お昼休憩45分間以外は一日中デスクワークでした。そして大学のレポート、パソコンに向かっている姿勢を想像してみてください。これも前傾姿勢の下向きです。なかなか合格をくれない教授のレポートは一冊で数ヶ月もかかってしまったことがありました。それから動画制作や SNS、 なんとこれも前傾姿勢の下向きです。まっすぐ前を向く姿勢をとっていたとしても、目を酷使する時間が長いと首は固まってしまいます。この条件でストレートネックになるとしたら、みんなストレートネックになっちゃうよ。そうなんです。最近ではストレートネックが急増し、深刻な問題となっています。ストレートネックには様々な症状があり、現代人なら誰しもなりうることです。ストレートネックは1回では伝えきれないので、私が体験した辛い症状と自己整体の方法をシリーズでお伝えします。繰り返し何回も見て、ぜひぜひぜひ実践してみてください。実践の前にいいねボタンをクリック。シリーズ1回目の今日は、ストレートネックを見分ける方法と自己整体の入門編をお伝えします。ではではやっていきましょう。ストレートネックを見分ける方法。日常チェック。常に肩や首のこりを感じている。日頃から肩に力が入っている気がする。雨が近づくと頭が重い。肩こりから来る頭痛が頻繁に起きる。枕を何度変えても合う感じがしない。スマホを触るとすぐに肩や首が痛くなる。仕事でパソコンをすることが多く目が疲れやすい。動作チェック。首を前に倒します。首を前に倒すと首に突っ張りや痛みを感じる。下を向けない。首を後ろに倒すと突っ張りや痛みを感じる。上を向けない。前屈をすると腰で止まってしまう。息を止めてしまう。壁に肩、お尻、かかと、最後に後頭部をつけようとすると首に痛みを感じる。後頭部がつかない。これらの項目に5つ以上当てはまる人はストレートネックの可能性が高いです。ストレートネックはこりや痛みだけではなく、全身の筋膜や筋肉のこわばり、極度な冷え、気力低下、不眠など様々な症状が出てきます。今回は直接的に C カーブを作る方法ではなく、
硬膜を緩める方法を行います。硬膜とは頭蓋骨のすぐ内側にある硬い膜のことです。硬膜を緩めると頭、首、肩がリラックスし、自律神経を落ち着かせることができます。自律神経については後ほど小話でお伝えしていきますね。壁にタオルを当てて額をつけます。両手を熊の手にして1センチほど離し、頭頂部に置きます。少し強めに指圧します。首の付け根のへこみまで行いましょう。ポイントはゆっくり行うこと、呼吸に意識すること。こうするとリラックスして副交感神経が働きやすくなります。これを3回繰り返します。はー、気持ちいい。指先を後ろにして手のひらの中心で耳を塞ぎます。中3本が当たるところを指圧します。指圧したまま左右に動かしましょう。ポイントは指圧した指の位置を変えないこと、ゆっくり動かすこと。こうすると硬膜が緩みやすくなります。これを30回繰り返します。いたたたた、結構痛い。こんな状態でも毎日行うと痛みが軽減してきます。指圧の力を少なめにして続けてみてくださいね。今日のまとめ。ゆっくり指圧して硬膜を緩める。呼吸を意識してリラックスする。皆さん、できましたか？豆知識のような動画になりましたが、現代人には重要な情報だと思います。ストレートネックの見極めは見た感じや触った感じである程度わかりますが、正確に知るためにはレントゲンが必要です。ここで伝えたいことがあります。レントゲンは病院で撮影してもらうものですが、治療は整骨整体をおすすめします。整形外科で撮ってもらったレントゲンを整骨整体に持ち込んで治療してもらうということです。整形外科で手術をするという方法もありますが、重症でなければ自己治癒力を利用した整骨整体で治療をする方が体への負担は最小限で済みます。私の場合、スポーツで痛めた左肩に重い症状が出ていて、全身の筋膜が硬くなり気力も低下していたんです。幸いにも家の近くにストレートネック専門の整体院があって、そこにレントゲンを持ち込んで治療してもらうことになりました。ストレートネックの治療は首に正常な C カーブを作ることですが、どうして C カーブが必要かというと、カーブがあることによってクッションの役割ができて、脳脊髄液、神経、血管、リンパなどの働きを守ってくれるからなんです。いわば自律神経を整えるということになります。自律神経と聞くと精神疾患ばかりがクローズアップされますが、全ての病気に自律神経が関わっていると言っても過言ではありません。ストレートネックは自律神経のうち交感神経ばかりが働いている状態、つまり常に緊張状態であるということを覚えておいてください。整骨整体による骨の調整、そしてリラックス効果による副交感神経の作用、この両方をうまく利用して自律神経のバランスをとっていくことが大切なんです。なんとも厄介なストレートネックですが、皆様には私と同じ思いはしてほしくないんです。こうして生の声をお伝えすることで気づきや改善のお手伝いができることを願っています。次回はストレートネックパート2、実際に私がやって効果があった自己整体の方法を紹介していきます。見逃すことがないようにチャンネル登録の横にあるベルマークをクリックして全てを選択しておいてください。それでは今日はここまでです。もしこの動画が役に立つと思ったら、チャンネル登録といいねの高評価、お友達にシェアしてもらえたらとっても嬉しいです。コメント欄にメッセージをくださると今後の動画制作の励みになるので、こちらもどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。積み上げたあなたに花丸。いかがだったでしょうか。これなら続けられそうかな。1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒にやっていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。